構無理されてるんじゃないかな。まあこの小さいトライアングル5の山で、ジャッジメント、大きな決断をした。だけれどもムーン、とてもおぼろげ、不安で、この未来のタイの山でもページのペンタクルが出てるんだよね。この方ちょっと置いてきぼり、どうしたらいいのか分かんないっていうね、メッセージが来る。結構無理してあなたと疎遠になったっていうメッセージが来る。このシックス・オブ・カップスだけれども、初めからあなたととても深い縁を感じていたよっていうメッセージが来ます。このシックス・オブ・カップスと大アルカナの節制、テンペランスなんだけど、とてもね、優しい波動が来るんだけど、お相手さんの意識が。だけどね、無理されてるんじゃないかな。あなたと良い形で、かっこつけて別れたかった。ひょっとすればちょっと意地を張っていたかもしれない。トップにはキングオブソーズが来てるけど、私はこれがね、この方のね、本心と思う。あなたのことね、力、ダールカナの力なんだけど、あなたの力っていうのを知ってて、ひょっとすれば職場の関係性かもしれないけど、スリー・オブ・ペンタクルス。あなたの元から身を引いてあなたのことを見ているよって。だから上辺ではとてもクールに振る舞ってるかもしれないけれども、内心はあなたのことをとても物欲しげな目で見てるっていうメッセージが来ます。物理的にね、距離が離れてればそんなに悩むことはないかもしれないけど、例えば同じ職場で決裂したけれども同じ職場で働いてるよとかだと、この方は表面上はビジネスライクを装ってるけど、内面はとてもね、不安だよっていうのが出てる。だからそれこそあなたが新しい恋人を作ったりすると、もう多分かなり辛いんじゃないかな。ただそれが言える立場ではないよっていうメッセージが来る。なんか意地張らなきゃいけなかったのかもしれないよね。あなたと決別するときに。だから本当の気持ちが言えなかった。もしくはその本当の気持ちより重んじなきゃいけないものがあって、そう互いに別々の、人生を歩み始めたと。中心にはこのスリー・オブ・ペンタクルスが来てるから、共同作業っていうね、なんかつながりはあるかもしれないよね。だからあなたの姿を見てしまうような立ち位置にいるんじゃないか。それがね、とても多分この方をね、苦しめてるね。で、体の位置にはね、この教皇が来てる、大アルカナの教皇。なんかこれは
タイの山のタイでもあるんだけれども、やっぱりあなたとの関係性にとても今世だけではね解決がつかないようなご縁を感じていたよっていう、そんな声が聞こえるな。まあ理屈じゃなくてあなたにとても惹かれる、あなたと一緒にいたい、まあだけれどもその現実的な事情と天秤にかけて、まあついついその突っぱねてしまったと、まあその後悔に関してあなたに伝えることはできない、だからあなたのことをとても物欲しそうな目で見てるよっていうのが降りてくるな。だからね、あなたを愛しているという気持ちを一旦は理性で抑えられた。だけれども今はもう抑えられない。そういう気持ちじゃないかな。結構あなたはつゆ知らずかもしれないね。そんな風に思ってたのって。私もう次に向かってるんだけどぐらいの気持ちかもしれない。だからそういう状況だとなおのこと彼もね、この彼もこの本当の自分の心の今のね進捗の気持ちの内訳っていうのはなかなか打ち明けづらいポジションかもしれないね。キングだからね、キングのソーズだから。だからちょっとなんか見栄を張りすぎたのかもしれないね。ちょっとかっこつけすぎたっていうか、もうちょっとなんか泥臭く言ってもよかったのかもしれない。それがなんか今この方をねなんか苦しめちゃってるかもしれないね。まあまずねこっちのカードだけれども、まあやっぱりちょっと自虐的になってるっていうのが伝わるかな。生贄とかね、身を捧げるとか身を捨てるとかって結構思い詰めてるよこの方。あなた結構ひょうひょうとしてるかもしれないけど、なんかあなたに伝わんないのかもしれないね、この方の気持ちっていうのが。かなりのそのポーカーフェイスな人で、自分のなんかこうまあドロドロした部分っていうのかな、まあ泥臭い部分っていうのがなんかなかなか出せない人かもしれないよね。だから自分の美意識みたいなものがあってかっこつけちゃってて、そうだから内心は結構来てるんじゃないかな。だからともするとね、これが翻るとあなたを恨む気持ちに変わってっちゃうからね。俺はこんなに苦しんでるのにって、俺はこんなに我慢してる、俺はこんなに身を捧げてるのにあいつと来たらって、同じ職場とかだと結構きついかもしれないね。これ逆の立場になればね分かると思うけどね、だからこの職場恋愛ってリスクが伴うんだけど、うまくねそのままね寿まで到達すればいいんだけども、その頓挫するとその後が結構やりづらかったりするんだよね。必ずしもそうなるとは言わないけど、ずっとやっぱりね顔を合わせちゃうから思い出しちゃうんだよね。忘れよう忘れようって理屈で思っててもやっぱり顔を合わせる以上やっぱりね思いが込み上げてきちゃう。でまた相手のその状況がわかるじゃない。その進捗のどのようなね心境をあの人持ってて、それから次のステージ行ったんだなっていうのがなんとなく
まあそんなこともお互いに別れたんだったら気にしないってすればいいんだけど、やっぱり分かっちゃうでしょ。だからそれが結構まあ辛かったりするしね、職場恋愛のこのデメリットってなってくるんだけど、まあ大体多くの人そういう状況になってやめちゃうよね、やっぱり。昔はね、社員さんはなかなか辞められなかったけど、今なんかフットワーク軽いからね、働きづらくなっちゃうと、もうね、正社員の人でも結構辞める人多いよね。なんか結構ね、思い詰めてるっていうのが出てる。で、こっちはね、新しいひらめきとかさ、そのクリエーション、まあ創作とか、なんかこう、英知の鍵みたいなメッセージが来るな。開く、こじ開けるっていう。これがこのハイロファントにね、かかってるけど、だからますますなんか、自分が見落としていた、こう、軽んじてしまったあなたとの関係性の美点みたいなものが、今もう一回復刻してるよっていう、してきてるよって、むく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 。だから失って、なんか、こう、惜しむみたいな、惜しむ気持ちがどん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 高まってきてるとも言えるよね。悪い言い方すれば。いい言い方すれば、改めて、振り返ってみて、ああ、こんなに自分にとって大切な関係性だったんだなって。大切な人だったんだなって。自分が思ってた以上にね、自分に多くの影響力を与えていてくれた人だったんだなっていう。それが後からこう上がってきてる。あなたと今世で出会ったこう必然性みたいなものも、この方の中でメソッド化されてきてるよっていうのが出てきてるね。もし、もしあなたに復縁の意思があるんであらば、まあ大チャンス、だと思う。ちょっとなんかネガティブなエネジーがちょっとだけ結構強い感じはするけど、もし復縁の意思があるんだったらまあ大チャンスじゃないかな。うん。だけどなんとなくこのカードがねあなたを表してる気がするんだけど、なんとなくない気がするよね。とっても初歩的な気持ちに戻って淡々と自分のやるべきことを周りの人たちと協力しながら始めてるよって。でその周りの人たちの中にこの方も含まれてるかもしれないね。とても近い位置にいる。あなたは結構気持ちの整理ができているかもしれない。まあこのストレングス、この力もあなたのカードなんじゃないかなっていう気がします。ちょっと陰性のエネジーが強いねなんて言ったら久々に窓が開いちゃいました邪気神様が出てきちゃったね。いや、あなたのことをね、お相手さんも熱烈に見てるよ。どん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 ね、こう失ってその価値がね、あなたの価値がぐん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 上がってきてんだよね。クリエーションされて。だからもうなんか、あなたに対する妄想でいっぱいになってって出てるよ。だからまあ邪気神様だから、まあ悪と言っても、まあ純粋悪。本当にまあピュアな想念から上がってきてる、まあ悪だよね。
ちょっとなんか自己防衛的になってるかもしれないね。なんか自分ばっかり辛い思いをしてるっていうような、あなたのことが少し冷たい人間に見えてる可能性もある。それはこの方は勝手に思ってるだけだけど、自分が傷つきたくない、自分を守るため、正当化するためにその自虐的な思考に走ってるかもしれないね。だからあなたは淡々と新しい生活を始めてるんだけど、その様がこの方からすると、ちょっとなんか冷たい女だみたいな、そんな風に見えてる可能性があるかもしれない。でそこまで執着する理由っていうのは、やっぱりあなたとの関係性に深いご縁を感じてるからだと思うよ。ちょっとね、やっぱり復縁は危ないかもしれんなこの方とよりを戻すと、あなたもね、どうだろうな、この方が膨らましすぎたあなたとのその妄想の中のね、関係性に飛び込むことになっちゃうかもしれないね。その前回のその問題点を冷静にこう改善して、新たなコミュニケーションを構築できればいいんだけど、それこそこのクリエーションの力使って、だけどこのなんかね、邪気神様がね、こう開いちゃってる以上さ、なんかやっぱりご自身の妄想が加速してしまうかもしれないね。暴走して。だからもうあなたは話さないみたいな。あなたこう縛り付けてね、その独占欲みたいなもの、もう話さないぞって。だからそういう意識がちょっと、強くなるね、これは。まあだからね、あなたのことをどう見てるかっていうと、3つあるよね。まずはあなたはとても深いご縁の人だっていうことに気づいている。そして次に、そんなあなたを、その現実的なね、問題と天秤にかけて、失ってしまったことを今とても後悔している。で、第3には、これはひょっとすれば未来かもしれない。今現時点じゃなくて、これからそうなるよっていうことだけど、あなたに対するこの妄想みたいなもの、この方のその独占欲みたいなものが、この自虐性をね、原動力として、自分はこれだけ苦しんだんだから、そうだな、自分はこれだけ苦しんだんだから、この苦しみをお前にも分かってほしいっていうメッセージが来るね。それを理解した上で、なんか付き合ってほしいみたいな。ちょっとだから、その重くなってる。ちょっと重い人みたいな感じになってるかもしれない。これが3番目だよね。ちょっとこう妄想が加速気味だよっていうのが出てる。ただまあね、まあ今もっかあなたのことね、結構近場にいるんじゃないかなと思うんだけど、あなたのね、その行動をね、よく見てるよって。で、その見てて、とっても辛い思いしてるっていうのが出ていますね。
あなたという存在がね、この方がもともと抱いていた妄想を具現化してくれた存在だよって。あなたと出会うまで自分は死んだように生きてたんだって。あなたと出会うことで俺は復活できたんだってメッセージが来る。で、今もその情熱の炎をね、燃やしてる。だからあなたのことをどう見てるかって言ったら、まあ言っちゃえば復縁希望だよね。あなたとの関係性に復縁を希望してるっていうことだよね。まあ今疎遠になってるとすれば、この5 of Pentacles、行き詰まりがあったんだけれども、この対の山であなたがクイーンのソーズで出てるんだけど、行き詰まったんだけどあなたは多分力強く進んでいったんじゃないかな。この方を置いてきぼりにして。うん。このホイールオブフォーチューン、運命の輪からさ、あなたの愛がこのお相手さんをね、強くもすれば弱くもするよって。で、この方自身もそのことを知ってて、まああなたのことを、まあ下世話な言い方になっちゃうけど、いわゆるまあ上げまんっていうような捉え方してんじゃない。自分の運気を上げてくれる人。あなたがいてくれると、この方は生き生きとしてられる。なんかトラブルがあった、行き詰まったところであなたは多分この方ほどはあなたこの方のことを必要としてないかもしれない。だから明日の方向へと意識がこう向いてるんだよね。でトップがとてもけなげで4オブソーズが来てるんだけど、まあ一旦休止お休みのカードだけどさ、この方はもう座禅組んじゃってるだからあなたとのその仲違いの原因を本当に解明してね、その直そうっていう意志をとても感じるね。今のあなたに対してこの方が送ってる念っていうのは、もうちょっと待っててくれって、俺に時間を与えてくれって、俺はまだ成長できるよって、まだ伸びしろがある人間なんだって、お前に指摘されたダメな点、今俺は直してる最中だよって。なんだっけドラゴンボールのさ、なんかあるじゃん、なんかこもる部屋、時の部屋だったっけ、重力がむちゃむちゃ重い。なんか結構だから思い詰めてさ、そういうとこ閉じこもってね、己をこう鍛えてる。自分を内観して、自分を高めようとしてるっていうメッセージが来るね。で、体の大きいこのトライアングルの体で、まあ体の山の体でもあるんだけど、ページの想像になってるから、ただなかなか成長できない方かもしれない。この隣のクイーン・オブ・ペンタクルス、あなたはこの方のそういうちょっとダメなところに気を取られてるかもしれないね。取られることになるかもしれない。クイーンのペンタクルスの上にクイーンのソーズで、ソーズは表向きはね、あなたは未来へ向かっていこうとしてるけれども、この方がこういうちょっとおぼこいとこを見せられると足止めを食ってしまうよっていうのが見えるね。ないし、この方をお子さんとして取れば、お子さんに対してまああなたは経済的なバックアップするとか、まあ、現実的なまあ問題って言い方はおかしいけど、
処置としてやっぱりこの方に携わるよというふうにも読めるよね。で、お相手さんを表すキングのカップは遊び人でもあるからね。遊び心がある人だから、だからなかなかこう極めようと思っても、ちょっとページの想像ぐらいになっちゃうのかもしれないね。うん。うん、やっぱりあなたのことをね、やっぱり本当に欲してるね。結構はっきり、出てきてるわけだけど、あるがままのあなた、もしくはその女性性だよね。母性と言っていいかもしれないけど、あなたのなんか天真爛漫さみたいなものかな。そういうものがこの方の意識にとても強く作用してると。これ運命の輪にかかってるわけだけど、で同時にこの方の妄想にもかかってるよね。あなたがこの方の、理想の女性だよって。ひょっとすればこの方が持ってるそのコンプレックスをあなたが埋め合わせしてくれる存在かもしれないよね。だからあなたといるとこの方はとても強くなれる。あなたの愛がこの方を強くする。あなたがいなくなるとこの方は弱くなってしまうよっていうことだけども。で、気になるのがこっちなんだけれども、露呈とか、もしくは、スケープゴードとかね、秘密の暴露っていうような意味かな。だから遊び心のある方だから、ひょっとすればあなたに心理戦を仕掛けてる可能性もあるかもしれない。一番上のこの座禅組んでるとこ見ると、やっぱり本気で自分を立て直そうとは思ってる。それは伝わってくるけど、同時に結構駆け引きを楽しむぐらいの、余裕っていうのかな。もともと本来持っている気質がある方。だからあなたの何か弱みを握っていて、それをネックにね、あなたとの関係性を取り繕ろうとしてるかもしれないね。だからこれがお子さんだとしたら、ひょっとすればキングのカップは愛の人だからね、あなたの経済力にものすごく頼りきっちゃってる。とても当てにしている可能性もあるかもしれないね。あなたがその捉えられてる形、この方にコントロールされてる部分でね。久々にこのオラクルカードを使ってみたけど、やっぱりもう今の YouTube のコンプライアンスだと、現行のコンプライアンスだとね、もうやっぱぼかしを入れなきゃダメだね。カード自体とても美しくて力のあるこのデッキなんだけど、やっぱね、今のやっぱ YouTube のね、コンプライアンスだとね、またぼかしが入ってるはずです。だけどカード自体は本当にね、とても美しく力のあるカード、デッキ。これはもうタロット、このデッキの制作者の、やっぱ、尊厳にかけてなんて言うとちょっと硬いかもしれないけど。それはさておき、だからこっちがちょっと気になるかもしれない。あなたは意識的にはもうこの方の元を離れて、次へ行こうとしてる。で、そもそもこの方ほどあなたはこの方を必要としてない。だけれども、この方の見せるような少しおぼこいところ、どんなに努力してもやっぱりちょっと不出来なところっていうのかな、そういう部分にとらわれちゃうよって。
あなたの全身の足かせとなるよっていうのが出てるね。まあどちらにしてもね、ちょっとあなたをちょっと崇めすぎかもしれないよね。あなたに頼りすぎ。だからあなたとしても女性として嬉しい部分もあるけど、あんまりこうなんかよいしょよいしょされてもなんか疲れるでしょ。まあなんか普通にしていたいみたいな。そんなに期待されても困るみたいな。なんかそういうめんどくささがある人かもしれないね。だからそこら辺をなんか自分でこう咎めようとさ、なんかこう心を落ち着かせてるようにも見える。まあキングのカップで愛の人だけにしょうがないんだろうけど、まあ溢れ出す愛が止まらんのだろうけれども。ペンタクルなんかは非常に地に足がついた力を感じさせるカードだからね。あなたは非常に現実的かもしれないね。うん。自分の魅力をそんなにフルに駆使するタイプじゃなくて、あなたはそのとても現実的に歩を進める方。だからそういう部分がこの方からするとちょっとなんかいじりたくなるかもしれないね。お前はもっと価値のある女なんだみたいな感じで。俺がそのなんていうの、お前のそのまだその開発されてない世界観っていうの、俺がその押し広げてあげるよと、俺が教えてあげるよみたいな、なんかそういうなんかプリンスをねこう気取りたいみたいなさ、そういう勘違いをして結局このなんか独房でのドラゴンボールの何の部屋だっけ、知恵の部屋か時の部屋かなんか高重力の部屋でなんかこう座禅を組む羽目になってるのかもしれないね。いやーだけどこの方結構本気かもしれないよね。私結構言っちゃったけど、まあ山神様でね、なんかこのフォーブソーズのね、カードとなんかリンクするよね。もうしっかりなんか腰を据えて、あなたとの関係性に骨をうずめたい。あなたに骨を拾ってもらいたいぐらいの、結構本気のメッセージが来ます。なんか今このペンタクルからさ、私困るわってなんかメッセージが降りてきたんだけど、だけどこの方はね、もうなんか、あなた一筋かもしれないね。あなたとの関係性にかけている。本当になんか腰を据えて、やっていきたいんだと。俺は生まれ変わったんだと。生まれ変わってもまだ、あなたから見たらまだページの想像かもしれないけど、この方からしたらもう山神様だね。もうでんともう、ね、この状態からこっちにでんと。もう俺の心は揺るがないって。俺の愛は、ね、お前のためだけにあるんだと。お前のためだけに燃えているんだよと。そういう意識じゃないかな。少なくとも意識はね。そういう想念の中に今、この方はいます。だからまあ、あなたがちょっと大変かもしれないね。より戻すと。こういう人と一緒にいるとまあ面白い部分もあるだろうけれども、その楽しい部分、はっちゃけた部分っていうのね。だから苦労するのはあなたかもしれませんね。
この方はね、あなたに内緒で嘘をついてる人だね。内緒で、何かを企んでる人ってのが出てる。まあ、色恋っていうことで言えば浮気かな。あなたとのね、出会いもね、やっぱりとても大切にされてる方なんだよね。ただ、それが軌道に乗るとね、あなたとの恋が軌道に乗ると、陰で、ちょっと不義理なことを始めるよって。不義理な取引を始めるよって。で、このタイの山だと、トゥ・オブ・ペンタクルスがトップに来てるんだけど、あなたに対してね、動機を振る舞う。二つのことをうまくやりくりしながら、あなたに内緒で別の方とね、連絡を取り合ってるよっていうのが出てる。あなたが気づく前にね、ずいぶん前に、あなたの元からこの方はね、離れて、その別の、コミュニケーションっていうのを取り始めてるよ。で、しかもそのような状況っていうのを、まあこれ戦車なんだけど、まあ陰陽がね、まっすぐ進んでればいいんだろうけど、まあ乱れるよね。ちぐはぐな方向へ行き始めてると。だけど本人はもう多分突っ走っていく気持ちなんじゃないかな。あなたのことをね、愛してるよ。あなたとの関係性を、失いたくはないっていうメッセージが来る。あなたに対する誠実な気持ち、愛する気持ちと、あなたを裏切っている気持ちっていうのが、この方の中で整合性が図れてないっていうのかな。二つの気持ちが連動してない。別々のところにあるよっていうのがね、メッセージが来るね。大きなトライアングルの体にはこのハイロファントが来てるんだけども、虚構がね。なんかこの今の関係性っていうのが、定着しちゃうのかな。メソッド化するっていうか。で、あなたも結構良しとしてしまうっていうような、絵が見えるかな。で、あなたを表すカードはね、この女司祭であるかな2の女司祭なんだけど、だから見ようによってはあなたのそのなんかベールがかった部分っていうのかな、少し浮世離れしてしまってる部分っていうのを、その地に足がついたレベル、これは悪い意味でなっちゃうけど、こう引きずり下ろされるっていう感じかな。引きずり下ろしてくれる存在がこの方かもしれないよね。だからあなたからすればこの2 of Cups、純粋な恋、この流れで来てるんだけれども、この方はそうじゃないんだよね。純粋な恋だけでは満足できない。もっと遊びたい。ね。スリルを楽しみたいっていうような、そういうような意識を持ってる方なんだよね。もっと、なんていうかこう世俗的な。で、そのように振る舞って自分がその悪者になること、その泥がつくことを恐れない人っていうのが出てるよね。そういう取引も、平気でやれる人だよって。だからね、浮気相手に結構ね、のめり込んでるはずだよ。エースのカップが出てるから。
どっちも本気なんじゃないかな。あなたも本気だし、浮気相手も本気。まあ今現時点でちょっと距離がね、もう距離取ってるかもしれないけど、まあ、仮に一緒にいたとしてもね、近場にいたとしても、あなたのことをどう見てるかっていうと、まあ、ほとんどその誠実な意識、あなたを愛しているという意識でしかあなたを捉えてない。だからあなたに不誠実なことをしているという意識であなたを捉えられない人かな。そのように見えるね。うん。うん、まあとは言ってもやっぱこの方もちょっと苦しんでるのかな。あなたに対するその誠実さみたいなもの、本当の愛、本当の気持ち、純粋な思いみたいなものが結構痛むよっていう、声が聞こえるね。だからまあフォーブソーズで座禅組んでね、こう神妙な意識になってる。あなたのやっぱり存在がこの方を、まあ自分が悪いんだろうけど、やっぱりこの方のハートをこう締め付けてるよっていうのが出てるね。だからその遊び好きなのはもう気質だからしょうがないかもしれないね、この人の。治らんかもしれない。だからこの方なりにまあ傷ついてる。もう自己不在感が強くて、その少しでも多くの人に自分の存在を認めてもらわないと、もうそわそわしちゃう人かもしれないね。それから次から次へとなんか、こう人ったらしな行動に出てしまうような。その流れでいっても幸せになれるのだけどもね。そう自己が不在なうちは。まあ、当人は喜んでるかもしれんけれどもね、こう物質的な価値みたいなものを取得することで、まあ瞬間的な喜びっていうのはあるだろうから。だからなんかまあ心はやっぱちょっと傷んでるのかなって。で、かたやこっちだよね。ほんとなんか大胆にとか、もう徹底的にとか、もう勇気を持って踏み出せ。なんかこの戦車とリンクするんだけど、ペンタクルの2にかかってるからね、あなたがこの方のその態度を咎めたところで、この方は治らない。治らないね。戦車のようにガツガツ進む。もうちぐはぐなんだけど、陰陽ちぐはぐで、なんだけどもう進んでいくガツガツ。でこっちもそうだもんね。浮気相手かもしれないね。牛さんの上に乗っかってんの。もう大胆に進むわ。もうズカズカ行くわっていうような。改心などしないという、このハエロファントというメソッド。この方の生き方。まあ、こういう人だって理解した方がいいかもしれないね。私はこういう人を愛したんだと。その方がいいかもしれない。変わらないね。この方がさ、魂の成長の過程で、まあ落とした部分、その欠損部をさ、あなたが補いきれればいいんだけど、なかなか難しいかもしれないよね。
あなたのことを愛しているんだけれども、少し甘えを感じるから、あなたがその保険みたいになってるかもしれないね。自分のことを絶対的に愛してくれる存在として。そういう意味で失いたくないっていうことかもしれない。だからあなたがそばにいてくれれば、この方はね、その別の恋もガンガントライすることができるよと。このエースのカップが来てっからね、まだまだね、この方の愛湧き上がってくるよ。天から舞い降りるようにね、そのインスピレーションが。あなた大アルカナ2の女司祭として出てるから、この方より、魂年齢高い方だと思うんだけど、だからこそこの方を許してしまうかもしれないね。もしくはあなたの中にご自身のその崇高な部分をかき乱して、その地に足をつけてくれるような、この社会の底辺、人の足の裏を見せてくれるような、なんかそんな自分にないものをこの方に感じてるかもしれないね。だからそういうエキサイトには長くはね、燃えることはできないだろうけど、この方があなたの心に入り込む好きとすれば、なんかそんな動線が見えてくるけどね。いやー、地球神様来たぜ。この方と、やっぱ、あれかな、子供を作るかな。なんか、そうだな、地球に根ざすだよね。この現世に、この方と一つ結実された、答えを出すってことだね。月のエネジーをすごく感じるんだけど、あなたはだから月からこの地球へ引きずり下ろす力を持ってるのがこのお相手さんかもしれない。大変だと思うよ、この方と一緒にやっていくのは。波乱の人生になると思うけど、ただ地球神様来てるからね、大きな母性で包み込んで、成就へと向かう。根付く。この現世の重力に縛られるっていったメッセージが降りてくる。もう今この方とさ、行動共にしてんだったらもうこの状態じゃない。戦車とこっちの牛さんの、もうドッタバタだけど、もう細かいこと言ってられない、もう突き進むしかないみたいな、こんな状態になってんじゃない。おかしな点っていうのはさ、いっぱいあるんだけど、あなた自身があなた自身にね、母性のベールをかけて多くのことを許す形でなんか突き進んでいるっていうね、絵が見えるな。そうだね。あなたのことをどのように見てるか、あなたを愛しているという真実な愛のフィルターをかけてあなたを見てる。で、あなたを裏切っている、その裏切りのパートの意識のフィルターをかけてあなたを見てはいないかな。
まあ、ちょっとこう苦しんでいるっていうのもなんか感じるんだけど、おそらく多分都合よく自分の中で切り分けてあなたを捉えてる、そのように見えます。